はい、夏といえば山水車。山水車。なんとですね、はい今回の水巻き隊、誰ですか？誰でしょう。誰ですか？これやっぱ夏といえばですよ。夏といえば風間。風間ですよ。悲しいね、風間ね。涙に流してああ、よしよしよし。水に流してください。風間ね、よくやったよかった。ああ、気持ちいい気持ちいい。いいね。いいですね。いいねいいねミストですね。さあ、いよいよここから準決勝ということになります。ビッツワークス野村健、そして HKS ワークス谷口信輝。先ほどのベスト8でアペックスを破ってきた野村健、今度は HKS。さあ、この戦いはずっとワークス対決になってますからね。野村健も大変です。大変だよこれ、はい、今日の野村健は、土屋圭一が取り付いたような走りだよ。ああ、それは怖い怖い怖い。ええはねえだろ。これはね、怖い。今確かに対する谷口信輝は風間康之不戦勝という形で立ち上がってきました、ある意味月はまだ持っています、ある意味月は持った中での準決勝進出。どうやら野村健にトラブルが出てるということで、ガス欠ですか。あの野郎が燃料ギリギリにしたな。多分ですね、ガソリンは入れられるはずなんで、今から給油ということになりますけれども、ここに来てガス欠っていうのはまたこれ、こういうのはね、こ結構れままたたブリッツ面白い。ケチっちゃいましたね。リズムが変わりますよ、こういうのは。カツカツで来さすがやてんだよ。っぱ土屋さんが乗り移っただけありますね。いや、でもギリギリ狙ってるんでしょうね、ねやっぱりねやられる。皆さんカツカツで来てんの。今日の野村健には土屋圭一が乗り移って乗り移ってまますすか。かららね。はい。ガスブリッツと野村健はいっぱいいっぱいで来てるね。もうだからギリギリなカツカんでしょうねツいつもはいもう本当カツカツで来てるってことですよ。非常にでもシビアなただの入れ対決。忘れですよね、基本的に。多分そうだと思います。それはお前じゃあお前ね、安倍ちゃんのミスか。そうするといや、そうだよ。そんなこと言っちゃったら身も蓋もないじゃん。今までこうかあーそうかそうかっこよく来てかっこよんのにさ。く来てんだから。あ、ねそうかそうか。何も安倍ちゃんのミスなん俺もそう思うんだけどシリアスに来てるんですよね、今ね。そうそううん俺もそう思ってたんだけど、言わな絶かった。対に安倍ちゃんのミスじゃないよな。そう。もう言っちゃったもん。ああ、俺と言っちゃったよ言っ。ちゃった。そこでストップすスると。タートしていきました。これからが本番1本目ということになります。準決勝、決勝進出をかけた1組目、ブリッツワークススカイライン野村健、対するは HKS ワークスシルビア谷口信輝。さあ、これから入ってくる、これがまず1本目だ。野村健がつなげてきた。野村健がまずつなげてきた。谷口が浅い角度だ。ぴったりとは入った。決めた。これはもういや、これは1本目、まずはアドバンテージ土屋さん。これどう見ても野村健でしょ。折田さん。いや、もう同じく野村健ですね。最終コーナーからつなげちゃうんだよ、1コーナいや、本当野村健の今日の素晴らしいところは、はい午前中100点出した単走の走りを追走でも毎回やってくやっる。てますね。そこが素晴らしい。ねだから後追いの方はそれに合わせるのにも四角くしちゃった。あんな綺麗に最終コーナーから1コーナーまでつながるの見たことないよ。水槽ではやらないです。さあ、2本目です。野村健、谷口信輝。今度は谷口、後ろから野村健が入ってくる。さあ、どうだ。谷口信輝もいい状態で、野村健も負けずに入ってきた。負けてないよこれ。負けてないですね。いい形。野村健負けていいとこね行った。野村健。野村健決勝進出。谷口信輝ここで敗れましたこ。れは今のはちょっとね、差がありましたよ。いやー、野村健何今日の。いや、ものすごいかっこいい。さあ、決勝進いやい出や、まず最初の座を野村健、今年初の決勝進出になりました。野村健、注目のカードもう一つ、準決勝、三木隆二と日比野哲也。これもですね、予想つかないんですよ。もう全然つかない。本来なら三木って言いたいんですけども、今の勢い、この日比野は止められませんからね止。められませんよ。はい、今日の日比野哲也のこの走りの勢いを今のところまだ誰も止められていない。熊久保でさえ止められていない。さあ、入ってきた。まずは三木隆二、あちょっとその後ろから取ってきた。ものすごい勢いで日比野が取ってきた。しかしどうだろう。追いついてる。ちょっとね、今ね、スタートかなり離れてましたよね。日比野はすごい立ち上がりしてきましたものすごいところに来ましたからね。もう3コーナーで日比野追いついてますからね。そうですね、両者ともにもちろん大きなミスはないですから、さあ入れ替えでどうなりますか。日比野哲也、三木隆二、準決勝決勝進出をかけて、今度は日比野が、そして三木が、いや来た。三木クラッシュ。なんとエンジン止めろ。日比野の勢いに三木が行き過ぎた。いや、大丈夫です。
悔しがって怒っている。さあ三木がその日比野の勢いに振り回された。いや、すごいことになりました。準決勝2組目、三木隆二対日比野哲也。ものすごいクラッシュという形で勝負がつきました。日比野哲也のその勢いに三木隆二が捨て身の状態で突っ込んできた。しかしそのあまりの勢いにコントロールをほぼ失いまして、ものすごい状態でこの審査員席前の土手に激突。完璧にフロント部分が大破という状況。あまりにも精神的なショックにほとんどもう動けないという状況で座ったまま運ばれていきます。あまりのその凄さ、これはこの戦いに確かに大きな拍手を送ってあげてください。いや、しかしそのオートバックスの横断幕の横に皆さん見えるでしょうか、もう大穴が開いてます。そこに幹がぶち当たったという穴が開いてましてね、あわや本当にもう横転かという状況でした。どうやら幹大丈夫ですね。はい、幹の状況はどっちかっていうと肉体的なものより千田さん精神的なものでしたか。はい、体は大丈夫です、はい、ちょっとやっぱり精神的にね、はい、ダメージを負ってるんでね、やっぱり三木もここまで来る日々のを見てるしね、はい、最終コーナーから1コーナーにかけての速さっていうものは今日一番っていうものを見てるから、はい、やっぱり三木の中ではどうしてもここで負けるわけにはいかないっていう、そういう進入スピードだったよね。なるほどね。やっぱ車格の軽い86、はい、速いんですよ、振り出しまでが。どの選手ももしかしたら出のスピードに惑わされてると思っていいんですかね。いや、相当やられたんじゃないかなと思いますね。ですよね。とにかく今回は日比野にとって全ての走り、リズム、ムードが全て合ってるってことですよね。ですよね。さあ、それとですね、そうとはいえですよ、どうしてもやっぱり三木と同等、もしくは三木以上かもしれない優勝が欲しいのが野村健。もちろん当然でしょう、ここは当然。今年 D1 グランプリが4シーズン目、やはりこのシリーズ戦の中で優勝っていうのは一度もないんですよ、はい、やっぱりブリッツの中、そして野村健の中ではどうしてもシリーズ戦で勝ちたい、はい、さあ野村健の初優勝なるか、そしてもちろん日比野哲也が勝っても初優勝と。さあゆっくりと動いてまいりました。皆さん本番 D1 グランプリラウンド3、いよいよ決勝、これが最後の対決。まずは1本目ということになります。野村健が前、後ろから日比野哲也。さあ渾身込めて作ったブリッツワークスのスカイライン、対するはプライベーター86日比野。これが1本目です。つなげてきた。さあつなげてきた。抜いた抜いた。これは危なかった。これは微妙ですね、今のはね。微妙ですよ、今のは、勢いで押した感じじゃないですからね、わざとじゃないんだよ。わざとじゃないですね、今のはね。ということは五分ですか。まあその後にちゃんと野村健もまた抜き返してまだ良かったですけど、あれ止まっちゃったからね、日比野が。日比野落ち出された感じですからね。そう逆に。さあ今のクラッシュといいますか、引っかかりがちょっとどちらに影響しているのかということになりますが、問題は常に日比野が前に立った時、さあことごとく選手がこれで潰れていく。まず日比野が来て、そしてその後ろから野村健が来るんです。さあどうだ日比野、そして野村健が負けてないよ。野村健ちょっと戻りかけた野村健ですが、日比野も全くミスはない。さあ決勝戦1本目も厳しい状態、大きな差はありませんでした。2本目それぞれもちろん細かいミスはあります。現在審査中。さあどうやらその判断が下されました。これは発表いきましょうか。いきます。非常に静まり返った中、皆さん夏といえばサドンデス。じゃあ見解をお願いいたします。今の走り、1本目の最終コーナーから1コーナー2コーナーまでの角度、つなげた、これは野村健に分がある、もちろんそうですね。2本目、インに並んだ日比野に分がある。引き分け、折戸さん。はい、まあ全くそうですね。やっぱドリフトのスタイルだけで言ったらやっぱ野村健の1コーナーから2コーナーまでのつなぎ、
これはやっぱ得点高いですよね、あくまでも自分のスタイルを突き通す。なるほど。それに対して日比野はやっぱりスピードで勝負して、ミスはないんですよ。ミスはない。ただ迫力で言うと、ノムケンのがまだまだ勝ってるんで、これはやっぱもう一本。なるほど。ということですね。わかりました。さあ決勝戦、それではサドンデス参りましょう。前に出たノムケンは最終コーナーから当然つなげてくるんでしょう。サドンデスの1本目です。ノムケンこれぞ今回は入ってきたノムケンと、そして日比野も入っていく。日比野入り込んでますよ。ノムケンも負けない。日比野も食らいつく。日比野が入り込んだ。いや僕は今の日比野ですね。逆に日比野、今まではノムケン1コーナー、最終から1コーナーまでのつなぎがポイントだったんですけど、今回は全くできてなかったですからね。なるほど。圧倒的な勝負、当然なっていません。入れ替えということになりますが、さあ2本目、これが本当の勝負だ。86日比野が前、後ろからノムケンが追いかける形。これで決まるかどうか。2004年 D1 グランプリラウンド3、さあこれで決まるかどうか。飛んできた日比野が飛んできた。そして野村、ノムケン負けてない。これは日比野もそして野村も両者ともに譲らない状況。いやこれはダメだ。五分、森戸さんはこれはね、今のはね、ノムケンも頑張りましたよ。五分。それでは行きましょう。サドンデス3本目、日比野。いやーね、このね日比野が全く引けを取らない。いや全然引かないです。ノムケンの胸を借りるっていうよりも、じゃないです。もう五分で渡り合ってる。決勝戦、サドンデス3本目ということになります。野村健が前です。後ろから日比野哲也、これは本当に死闘ということになりました。真夏の恵比寿サーキットラウンド3、もちろん勝った方が優勝、初優勝です。さあ野村健が降りてきた。その後ろから日比野哲也、サドンデスの3本目だ。ぴったりとくっついているノムケンの角度と、そして日比野戻った。日比野が若干戻った。さあそしてそれで食らいつく。ものすごいところを取った。これはもう7-3でノムケンでしょう。若干戻りましたね。今の状態で確かにこれは折戸さんも確認しましたね今ね。若干です。それでももちろんアドバンテージ野村健ということになりまして、いよいよサドンデス4本目です。もうワンミスで負けですよ。さあスタート地点またしても整備が入ってますね。燃料ポンプがね、ちょっと調子悪いんで、ここの不安が非常に気になりますが、ガソリンを入れないとなんかポンプが吸わないみたいなね。これはどうも阿部ちゃんのミスじゃなかったね。ですね、失礼しましたねこれね。ね、折戸さん。ポンプのミスですね。ポンプのミスって言わないでしょうよ。ポンプも夏だから。夏だからね、ポンプもね、もう夏といえばポンプ。ね、なんでだよ。いや出ましたね。この集中力はすごいね。さあ皆さんスタートしていきました。これがいよいよ最後の対決になるかもしれません。さあ盛り上がっていこう。やっていきましょう。サドンデスの4本目、後ろからブリッツワークスカイライン野村健、これがサドンデスのどうだ、いったノムケン。おいノムケン負けてないよ。負けてない。日比野もノーミス。日比野ノーミス、ノムケンノーミス。さあどうやら決定いたしました。勝負が決定いたしましたので、今の両者審査員席前に来てもらいましょう。握手。最後まで戦い抜きました野村健、そして新鋭日比野哲也、死闘を繰り広げたこの両者、今判定が下されてます。2004年オートバックス D1 グランプリラウンド3優勝の発表です。優勝したのは土田さん、野村健。野村健初優勝。勝ったのは野村健。いやだけど優勝のノムケンなんですけども、2位の日比野、そうですね、これはもう本当優勝に匹敵する走りですよ。いや男泣き野村健、そして本当に最後まで健闘いたしました第2位日比野哲也、握手。ということで、じゃあここで、野村
村健にですね優勝インタビューをしてみたいと思います。日比野が泣いてるよお前。日比野が泣いてるよ。行きましょう。それでは優勝しました野村健です。おめでとうございます。ありがとうございます。日本一。ノムケンチャンピオン日本一。実にドリフト歴20年を超す野村健、シリーズ戦初優勝の感激に声も出なかったと同時にダンロップ初の勝利でもあった。そしてシリーズポイントは野村谷口が52ポイントで同率だが、勝ちの多い野村健が筆頭に立つ。いやしかしですね、いろんな形がありましたけれども、最後はこれきつかったね。走ったことがないんですよ、一回も。相手はね。で結構大御所がやられたじゃないですか。あれを見てたでしょ。見ててなんでなのかなと思ったらですね、最終コーナー飛んで入ってですね、姿勢を乱さずそのままアクセル踏んでるんですよ。バカチンですねあれ。あれはマジでバカチンなの。バカチンか車がいいかどっちかですね本当に。なるほどね。で最後ちょっとトラブルもあったみたいだけど、燃料ポンプあれ本当にガソリンが来なくなってたと思うんですけど、バラバラ言っててですね、もう練習走行の1本目とかも繋がんないんですよここは。なんとかバラバラ言いながらでも走れたんでよかったです。もう優勝コールされてからインタビューできなかったね。いや全然あれはなんでですか。声が出なかったけど。声が出なかったんです。いやバンパーがなくなってるじゃないですか。そんなもん。お目にもないですよ。ないよね。後で砂場に来いって。